しくお願いします。お願いします。お母さんと2人。はい。はい。今日は2名です。お願いします。ゆっくり。お願いします。お母さんは次の動画でやれるかなと思ってます。お嬢さんからよろしくお願いします。どうします？髪質改善。髪質改善。興味あってやりたかったんですけど、熱与えるダメージ逆にあれかなと思ってあんまり挑戦できてなくて、ちょっとやってみたい。やってみたい。熱を与えるとダメージにはもちろんなるんですけど、何かしらの形を変えないと髪質は改善されないんですよ。なるほど。結局熱のダメージよりもそれを上回るサラサラ度っていうのをやるのが髪質改善なんで、だからすごい回数やるよりは一発でバシッと決めるとすごい良くなる。なるほど。うねりがちょっとあるんですかね。ちょっとありますね。結構ありますね。ストレートにしちゃっていい感じ。しちゃっていいです。だったらもう綺麗になりますよ。インスタですごい綺麗だなと思って見てて、ツルツルになりますよね。憧れてました。簡単なんで行きましょうかね。はい。カットとかどんな感じがいいとかありますか？カットも伸ばしていきたいので。なるほど。じゃあ基本的にはもう髪質を改善しようっていう感じですかね。が一番です。髪質改善で例えば癖を伸ばすのは宿毛矯正が入ってくるんですけど、そうすると根元リタッチぐらいができて毛先まであんまり一気に染めない方がより手触り良くなるんで。じゃあそれでいきましょうか。はい。OK です。ちょっと後ろもう早速ですね。はい、こんな感じですね。結んでこられました。結んできました。なんでこの結び癖もついてるんですけど、あとは全体的にちょっとしたうねりが、特に後頭部のここら辺強いですね。ここら辺が結構強いんで。やっぱ見た目はすごい綺麗なんですけど、触るとちょっとザラつきとかがあるんで、特に表面映るかな。触るとちょっとチリチリというかザラザラしてる。ここをすごい綺麗にした方がいいかなと思います。一回この結び癖もあるし、まっさらな状態っていうのを見たいんで、シャンプーします。はい。でシャンプーして、ヘアシャンプーですね。したら 10.5 クリームのチェンジリンスでいこうかなと思います。お願いします。じゃあプレシャンの 10.5 チェンジリンスが終わってプレボージョンしてる段階ですね。だから少し今かなり柔らかくなってます。で一回乾かしてどれぐらいの癖があってどれぐらいの薬剤選定すればいいのかっていうのを見たいんで、ハーフドライでちょっとハーフドライだけだと癖見づらいんで、ハーフドライよりちょっとオーバーめに乾かします。はい、ということでハーフドライが終わってます。こういう毛タッチですね。この表面に切れ毛ができちゃうぐらいちょっとざらついた小さいうねりなんで、これはもう簡単なパターンです。でもって矯正履歴ありますね。宿毛矯正を2年前ぐらいですね。ここが履歴ですね。なんでこの表面のところをちょっと髪質改善で矯正の薬も入れつつやっていこうかなと思います。で内側ここら辺ちょっと強いですね。結構特にこの中間部がしっかりと強そうなんで、ここですね。こういうところなんで薬を分けていきましょう。でもってこの矯正履歴があるところも考慮したいんですけど、ちょっと長すぎるんで塗り分けすごい難しいと思うんですよ。なんでまずリタッチして時間差で伸ばすっていうパターンでいこうかなと思います。お母さんがすごいうなずいてくる。分からんやろ。本当ですか？よかったです。こんな感じで。で、いつもの6ブロックですね。6ブロックに分けて、で、表面、ここら辺はダメージもあるんで、伸びやすいであろうと思います。こんぐらいですかね。ここら辺ぐらいまで強そうなんで。よいしょ。はい。これでいきます。で、薬剤が2種類ですね。この3ブロックは、はい。ネオメテオクリーム 10.5 に対して、インクライン、ネオメテオのインクラインを1対 20%。で他のもっと背が弱くて伸びやすいところ、あとダメージしてるところは1対 10% の2カップでいこうかなと思います。で混ぜた瞬間が一番パワーが強くて徐々に落ちてきてしまうんで、まず 20% の方を塗って 10% の方はオフする直前に混ぜようかなと思います。でよーく混ぜてください。しっかりと混ざりきんないと還元剤のムラが起きてしまうので、必ずしっかりと混ぜること。はい、ということで塗っていきましょう。塗り方は簡単です。この矯正履歴のところ外して一発です。はい。なんだちっちゃい雲がいたから岩崎の方向に向けて飛ばしたらこうなりました。最低。最低ってお前んちのゴキブリ排除してあったな。廊下の水木ちゃんと一緒にいるときに。本当ひどいんですよ。ちょっとこれ横になんか動画とか貼っつけれます？貼っつけないよ。本当最低。ちなみにみたいな。ちなみにこういう出来事がありましたみたいな。貼っつけれます？貼っつけないよ。貼っつけてくださいね。じゃあ廊下にいたんですよ。だからで僕も水木も全然平気だから、はい。ヒャーっつって。いや怖いですよね。普通に踏んでティッシュ持ってこいっつってティッシュでくるんで、そしたら絶対に私の家に捨てないでくださいって。
家にいたのに。家の玄関開けた前にいたんですよ。だあからそいつを中に絶対に私の家のゴミ箱に入れてくれるなちょっとわかるかも。下の自販機の横のゴミ箱に入れてくれてすいませんって思いながら。そうだから分かった分かったっつって一緒に来るんで。でもそいつとともにエレベーター降りないといけないわけですよ。そうですよね。そしたらなんか死んでるからね。死んでる来るかもしれないじゃないですか。だから「ふう」って言ったらそれは無理。それは無理。マジでほんとなんかいろいろみずきちゃんと一緒に引っ越した家具と組み立てに来てもらったんですけど、はい一人じゃできないから、はいもうそれの感謝も全て吹っ飛ぶぐらいの憎しみに憎変わっしみに変わりました。ほんと最高。ここら辺に貼っといてください。ここら辺にマジでその1音声ありでぜひみたいた。いな。やいやあんな音声で流せない。すごいですもん、悲鳴が。あれもうマンションの人たち多分110番したかもしれない。その時も撮ってたんですか？なんか撮られたんですよ。あ撮られた動画をうえみたいな。えいってやったらなんかマジ「ほんと最低だった。しかもそんないけるのがすごいですね。なんか普通はそんな怖い。無理。ありえない。全然だってだってもうあれですよ、踏んだ後ですよ。わかんないじゃないですか。あいつら生命力強いんですよ。ね、生き返るかもしれない。生き返るかもしれ死んだふり。怖いどうするんですかそれでピヨみたいな感じで生き返ってきたら。いいよ、可愛く生き返る。無理じゃないですか。どういうこと？だって虫だよ。何ですか虫だよって虫って知ってますけど、うん、そんな怖くない。いやキモいじゃないですか。だそうです。ほんと最低。結構あれ苦手ですか？今の雲ぐらいだったら大丈夫ああ、です。可愛いですよね今の子も。可愛い。1ミリぐらいだ。うん、ぴょんぴょんもうちょっとありましたよ。あれ全然もうちょっとありましたよ。可愛いとは思ったことがないです虫に関して。可愛いな。よいしょ、一回すいません。はい、そんな感じで喋ってる間に1周目が塗り終わりました。で、これでこのまま2周目もう1回塗って、ディバイディングっていうのをちょっと攻めていきます。で、それが終わったら表面とサイドですね。雲いるじゃん。うっそ。それを意地悪。仕事してもう近づけなくなっちゃった。謝ってもらっていいですお仕事してください。お願いします。謝ってもらってあ、ごめんなさい、ごめんなさい。か。なんで2回言うんですか。本当謝ってもらっていいですか。ごめんなさい、ごめんなさい。違いますよ。えすみませんでしたですよ。それ正解なの。大変失礼いたしました。大変失礼しました。ほんと最低。家にマジで猫の毛玉を送りつけて。アレルギーだからだ。着払いで。そしたらいろんな虫集めて送りつける。着払いで送り返します。開けた瞬間悲鳴が。いや、長さんから荷物は全部着払いで送り返します。いらないんだ。絶対怪しいっつって。はい、あれあ戻してもらっていいですか。ヤマトの方に。すいません。うちじゃないです、多分。すヤマトの人も困っちゃうやつ。いません。それからヤマトの人に外で開けてもらいます。ちょっと一階のエントランスで開けてきてもらっていいですか。ここのフロアで開けないで。廊下にいるのもやはい、廊下にいるのに1階の一回エントランスチェッで開けてもらって何もなければチャイム鳴らしてもらっていいですか。つ。なんでお前そこまでやらせんの、ヤマトさんに。よし、じゃあということで上をはい塗ります。お願いします。関係性がよくわかる会話です。あんな小学生みたいに「おい雲」って言って「はぁってならないんですよ。危ない危ない。危ない危ない。最低。最低。相当綺麗になりますよ。ねえ嬉しい。難しくないやつでしあ、そうなんですね。た。お母さんのがちょっと難しいかもしれない。席やもんね。ん26年、7年前はこうやったんですよ。おお、なるほど。年とともに年齢によるちょっとねパサつきとかは出やすいですよ。そうです。うん悩んだことなかった。あ、そうそうそう。徐々にね悩みは増えてきます。いつも言いますもん、なんか親子で来てらっしゃる方めっちゃ多いんですけど、お嬢さんにどうせあなたも分かる気が来る。何かはありますね。そうですね。この間逆パターンの人いましたけどね、お母さんがサラサラストレートロングでお嬢さんが癖が強いから宿毛矯正をしてあげようってなって、ああくるくるでかわいそうねって言って、絶対傷ついてる。そうそう、結構旦那さんの多分遺伝子が良かった。自分がストレートだから傷つくな。傷つくかわいそう。私はちょっとわかんないかな。言ってたね。言ってました。すごいいいっぷりだった。じゃあ続きいきます。しかも時間も早そうですね。うん、スムーズに。嬉しい。お母さんの時間を取らないといけない。何歳の方ですか。そうですそうです。兵庫です。お、先週行ってました。え、そうなんですか。はい、甲子園。あはい。何戦を。花巻東対クラーク国際と、あと日大三高とかの試合見て。はいいいですね。最高ですね。いやー、今日撮影日が決勝戦です。今日、ね、今日決そう勝戦。ですよね。慶応が。あとお母さん側の iPad で見ないと置いときましょう。兵庫から来たわけじゃないですよね。今日でもう働いてるんですけああ、ど、なるほどなるほど。実家は宝塚。そうですそうです。あ、宝塚。そうなんです。すごい。地
市ですけどね。限りじゃない。C ですよね、でも。宝塚市。そんな大きいんでしたっけ、宝塚市って。結構大きいよね。うん。うん。もう、西宮ではないってことですね。そうなんです、そうなんです。詳しい。もう甲子園マニア。甲子園マニア。毎年行ってるんですか？いや、今回初めて行ったんですよ。へーいつも家で見るのはすごい毎年見てるんですけど、今年はで、よし、行ってみようと思って。うんいや、でも、暑すぎ。暑い。ですよね。あれは体に悪いですね。2日連続で行くと、も氷食べました？う。かち割り氷、僕多分、2日間で30個ぐらい買いましそんなにそんなにた。1個300円だから、かち割りだけで9000円近く。いや、もう無理だから、暑すぎて。両脇と肩に挟んで、わかります頭に乗っけて、まず4つ使うじゃないですか。あそれ用に。そう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 。で、ある程度溶けたやつでストローさして水分補給して。そうなんですよ。意外にでもそこまでやってる人いなくて、みんな暑さ大丈夫かなと思って。いや、この効いた部屋に普段いるからですよ。まあね19度とかの。エアコンめっちゃつけるんですよ。屋根もないからあれはしんないですよね。そうそうそう。あ、でもマグネット裏だったんで、屋根自体はあったんですけど、1日目はギリギリ日が角度によっては入ってくるみたいな。嫌だ。ちょっと当たる。ちょっと当たるじゃんと思って。周りの暑さにちょっともう終わった後ぐったりでしたね。熱中症です。まあね、でも、元部員たちはすごいですね。もうね、頑張ってるよ。ねえ、本当ですよね。行ったことありますありますあります。カイトいいですね。毎年なんか。よく行ってましたね。よく行ってました。はいおう仕事場の人とか。あれが近くにあったら夏来まくっちゃうもんな。でも暑いからテレビで見た方がいいかなみたいな。ちょっとなっちゃう暑すぎちゃ暑すぎそうて。絶対テレビの方がいい。ねうち真ん中に iPad 置いて、全試合流してるんですよ。え。へえ。地区大会から。洗脳ですそん。な美容院だってすごいすごいでもお客さん意外にあれじゃないいますね。そう。へーあれ今日どこやってんのって結構みんな詳しい人多いです。へえ。球児だったんですか？サッカー部でしょ。あ、そう。全然違う。全然違う。見るのは野球の方が好き。今年の目標がちょっと成功したんですよ。岩崎を洗脳するっていう。おでもスポーツゼロ興味の。まあ、何も興味ないです。はい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 もう野球とかサッカーとか問わず全てのスポーツに全く興味がないんですよ。はい。洗脳されたんですか？そうです。オリンピックもワールドカップも WBC も何も見ない。そう、へー WBC すら見ないけど、甲子園は違うからっつって、とりあえずちょっとう、るさかったんですよ。そう、いろいろ説明しながら見せたんですよ。うんそしたらちょっとずつ興味が出てきて、それはへーずっとそこに置いてあるんですもん。トイレから見えるからで。水木ちゃんが、水木がイケメンを探し始めたんですよ。そう、いやこの人イケメンですよって、そういう楽しみ方女子はありだねっていう。確かに確かに。そうそうでそれを見ながら盛り上がりながら途中で「ハンカチ王子って何がすごいんですか?」とか言うから「はい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 よしちょっとお前語ってやるぞと。そう伝説の試合駒大苫小牧との試合を動画配信してるからそれ見せてへー150球投げて翌日にまた150球投げんだぞっつっていいですよね。詳しい人がいたら、そう詳しい人いると教えてもらいながらのよりね楽しいですよね。洗脳です。ちょっともうちょっと面白いなと思い思ます。いますよね。私も全然野球詳しくないんですけど、WBC は詳しい人と一緒に見てたらめっちゃ楽しかったです。確かに確かに、ドラマがすごいです。ね最後の逆転とか、ずうんっと6対0で負けてたのにとか、あ花巻東の子とか、凛太郎凛太郎。りんたろーめっちゃ詳しくなってる。私の第一推しをちょっと敗退しちゃったんで、あー今第二推し、私の第二推しとみずきちゃんの推しが今日戦います。あ、そうなんですね。慶応の丸田君とあ、出た、丸田くん。仙台育英の山田君。第一推しは、沖縄尚学の東恩納君わかんない。わかんないですよ東恩納君めっちゃすごいんですよ。あ、そうなんですね。ずっと地区予選からずっと1点も取られてなくて、で負ける試合の1個前に1点取られて最後それこそ慶応に負けたんだよね。はい、マルテ君に負けてしまいました。だからその段階で繰り上げでマルテ君が推しになりました。とそれをまたその最後の打席も東恩納君がバッターで打って丸田がキャッチして試合終了、すごい。ドラマ、ドラマ。洗脳されたね。でも来年も見た方がいい。絶対面白い。この気持ちは多分この今の空間だけなんで、来年その気持ちが続いてるかわかりませんねシ。ェア面白いぞ。はい、そんな感じで塗り終わりました。毛先外しの癖が強い部分、あと髪の毛が強い部分ですね。は 20%。表面の紫外線ダメージとかアイロンのダメージとかがあるところが 10% ですね。はい、このまま10分置いて、一回何か具合やってみましょう。お願いします。はい、お疲れ様です。10分経過なんで、ちょっと一回後ろを見てください。チェック方法はコーミングです。コーミングして、癖が残ってたら、ですね。取れましたね、でも。こうして、優しくコーミングをして、癖が取れてたら OK なんですけど、まだいますね。いるんで、これを毛先まで伸ばしちゃいます。で、毛先まで伸ばすんですけど、伸ばすついでに、さっきの10.5
10.5 にインクライン 10% の薬を全体的に再塗布しながら伸ばします。これがポイントなのが、ちょっと余らしてある、このちょっと余らしてあるやつ、これを使います。なんでかっていうと、一番最初にも言ったんですけど、10.5 とインクライン混ぜた瞬間から pH がどんどん落ちてきます。アルギンのパワーが落ちて、アルカリが弱まってくるんですね。弱まってきたもので、さらに 10.5 クリームにはレブリン酸も入ってるんで、レブリン酸が顔を出してくる、その弱まった薬がいいですね。ちなみに言うと、pH 混ぜた時は 8.5 前後なんですけども、10分経った段階では 7.5 ぐらいまで下がってるんで、非常に毛先につけてもマイルドな薬剤になってるんで、これを全体的に足し塗りして、さらに10分ですね。非強性もなんで、7.0 をベースとした毛先の薬っていうのを作って、最初から塗布してもよかったかなとは思うんですけども、こんぐらいのロングリタッチになってくると、最初に言ったディバイディングの難しさがあるんで、ディバイディング、鎮静網とキーストレート部の境目ですね、の難しさがあるんで、今回はこういった形でボールでいっちゃいます。この弱まった薬を毛先につける。で、その時にコーミングして根元のところで塗布が甘いとこ、癖の伸びが甘いとこっていうのはちょっと足してあげる感じですね。特に今回は離島の H を使ってさらに追い還元をするようなパワーは必要ないかなと思います。ものすごい強い癖があるわけではないんで。どっちかっていうと髪質改善。サラサラの髪質にしたいだけなんで、これですね。こうして。毛先も余った薬を、弱まった薬ですね。弱まった薬をつけてあげる。ご新規のお客様、今日僕もこちらのモデルさん初めましてなんですけど、こういった塗り方をする。もしくは最初から全還元させて、もう最初からオールで塗って、毛先10分後に 7.0 でゆっくりにしていくパターン。その2パターンですね。これが一番いいと思います。やっぱり毛先はどんどん宿毛矯正されてるかわかんないんで、ちゃんともう一回還元させてあげることによって、より手触りのいいツヤツヤの髪が生まれると思います。よいしょ。これでラップをもう一回かぶせたら、これで10分でもう流しです。もうある程度還元は見れてるんで、10分後にインフォーム、全部泡で出して、フォーミングして、そのまま流しちゃいます。さらに10分経過で、もう大丈夫ですね。一応見ましょう。優しくコーミングをして、うっすら残ってるんですけど、これぐらいだったら逆に言うとアイロンの熱でブーストかけていっちゃった方がいいんで、はい。この後、インフォームですね。インフォームをちょっと全体に。これで水分を補給するとともに結合強化。で、あとは浸透促進ですね。をして、軽くコーミングしたらもう流しちゃいます。結構泡だらけにしちゃって大丈夫です。こんな感じで全体に根元にもつくように。意外にこの一手間相当矯正のクオリティ上げるんでおすすめです。これはもうカラーでもトリートメントでも最後のこのインフォーム一発入れるだけでかなりねレベルが上がってくるんでやってみてください。で流してヘマチンですね。ヘマチンチェンジリンスでインフォームもう一回混ぜたシャンプーをしてで 7.0 ですね。 7.0 のチェンジリンスしてで最後ドロップチェンジリンスですね。結構ガチガチにもうツルッツルにしたいんだったらここもうちょい時間置いた方がいいんですよ。少しだけ時間を置いた方がいいんだけどでもそれやっちゃうと今度柔らかさがなくなるんで硬くなってしまうからこれは残しちゃっていいかなと思います。じゃあこんな感じで流しましょう。様でした。お母さんが見守る中すごいめちゃめちゃ見てる楽しみさてこんな感じですかね。はいフォームしてちょっとだけいるかな。でもこれぐらいだったら熱でいけるのとあと一番やりたいこのディバイディングのあたりですね。このディバイディングのあたりがもうバシッと伸びてるんで安心です。はいということでメテオコネクターの5倍希釈ですね。全体につけます。空間処理ですね。ケラチンを入れる。この後ドライしてしっかりとアイロンまでするんでこの場面が一番吸着率がいいです。しっかりと根元から毛先まで。でコネクターの次はアクアですね。ケラチン以外のもの CMC 入ってます。いい香りがする。そうなんかちょっと柑橘系ですよね。酢の成分も入ってるんですよ。それによって髪を引き締めるというか正確には酢酸ナトリウムっていうのは残留アルカリの除去に役立つって言われてるんですけどとりあえず一回センターでアイロンはしていきましょう。でよくコーミングしてあげて全体の今つけた処理剤っていうのがしっかりと均一になるようにしたらオイルをつけます。でこの段階でドロップ中間水洗の時にやったドロップがしっかりと全体にエンジンリンスで効いてるんでドロップの主成分キトサンですね。キトサンっていうのは熱から髪を守ってくれます。でリンクのオイルとノットのミスト両方つけます。で、ノットのミスト。これはもうレブリン酸ですね。レブリン酸からセラミドから全ての髪に必要なものが全部入ってますね。で、また丁寧にコーミング。で、本来であればカットをここに挟むんですけど、モデルさん今日伸ばすということなんで、最後に整えるぐらいでいいかなと思って、このまま乾かしてアイロンしていっちゃいましょう。よーく余った処理剤を優しく。いきなりもうびしょびしょの段階からドライしちゃうと時間かかっちゃうのとそこまで意味はないんでもうある程度髪の中の水分と処理剤が入れ替わってればタオルでしっかりと取っちゃって大丈夫です。そしたらドライですね。
よし。ということで、はい、ドライが終わりました。もう一回ブロッキングはジェイキの時と一緒ですね。こうして、トップは横に、あんまり跡がつかないように優しく。いきましょう。で、ツインブラシは下から迎えに行きます。下から迎えに行って挟んで、優しくテンションかけて、アイロンを下から迎えに行きます。こうですね。こんな感じで積み重ねていきます。特に後頭部のあたりの方が癖が強かったんで、こっちは熱置きしっかり。で、今日何回も言うんですけど、ディバイディングが結構難しいんで、中間ですごいスピードが上がらないように、根元ある程度やったら、ゆっくり、ゆっくり。で、ここでスピードが上がらないように。で、テレスはほとんどしてません。ですね。毛先の先はやってません。最後の最後に3パネル、4パネルまとめて、毛先はペンブラシじゃなくてコームだけでいきます。よいしょ。はい、じゃあ2人でいきましょう。もう間違いないやつです。もう間違いないやつ。簡単でしたむしろ。各地で結構難しいセミナーやることが多くて、この間も昨日新潟から帰ってきたんですけど、はいはい、大変。そう新潟セミナーの森さんはちょっとなかなか難易度高めだった。なんかちょっとここ最近の中ではまあまあぐらいか。たまにすごい難しい人いるんですよ。初めましてでフルメニューやんなきゃいけないから。そうですよね。一応お写真とかもらってるんですけど、一番ダメなのは美容師さん。たまに紛れ込んでるんですよ。モデル募集すると美容師さんでいろんなメーカーさんのいろんな薬剤サンプルを使ってやっちゃってるから。そうそう。でも結構なんか複雑になっちゃうと難しいんですけど、だからもう送られてきた写真でいつも判断して、ちょっとでも美容室感があったら。美容師さんってみんな言わない。言わない。みんな言ってくれない。美容師さん NG って書いてないからあれなんですけど、今度書こうかなと思って。美容師さんの髪難しい。まあでもそれでも一応できますよっていう感じでね、やってはいるんですけど。家でのケアは気をつけた方がいいことありますか？もう一番気をつけた方がいいのは、はい、すぐ乾かす。すぐ乾かす。はい。もうそこにつきますね。濡れたまんま寝ない。それが一番かな。あとは普通にシャンプーして、シャンプーにインフォームっていうさっきすごい泡つけてたじゃないですか、最後に。あれをシャンプーに混ぜるだけで、シャンプー、どのシャンプーでも5倍ぐらい良くなります。すごい。っていうぐらい、シャンプーの効果を倍増させるんで。あれがね、一番一押しかな、最近。あとはコネクタ、メテオのコネクタとか、で、ケラチン補給。でもそこまでのダメージでもないし、髪の毛自体も正直まだお若いんで、まあ、あれもこれもやんなくていいかな。今子育て中で、どうしても子供優先でやっちゃうから、自分の髪を乾かすのが一番最後になるんですよ。お子さんってめっちゃちっちゃいですよね。そうです、そうです。まだ5ヶ月。生え際で分かりました。すごい。これめっちゃ短い毛や。多分産後の脱毛後のすごい。めっちゃちっちゃいお子さんそうだけど、お母さんもここにいるし、今日は誰が今おじいちゃんが見てくれた。しかもお二人の撮影だから結構時間的には長くなるじゃないですか。そうなんですよ。大丈夫かなっていうのを勝手に僕想像してます。すごい。いいんですよ。お子さん小さい頃を大事にした方がいい。自分の髪はね、後からついてくる。一応タオルで巻いて、水分飛ばないようにだけしてるんですけど。飛ばしちゃっても全然大丈夫です。最後の最後がっつり乾かしてあげれば。5ヶ月のお子さんだとね、なかなか。そうなんですよ。自分で座れもしないんで。そうですよね。一応理想を知ってるといいですね。すぐ乾かすことが髪にめちゃめちゃいいことだっていうのと、あとあまりに時間取れなかったら、僕よく言うんですけど、毎日洗わなくてもいい。洗わない方が髪は傷まないです。あ、そうですよね。ダメージか。なるほど。そうなんですよ。水でもやっぱり傷むんで。だからもし無理だなと思ったら洗わないっていうのも選択肢です。こんだけ暑いとね、そういうわけにもいかないですけど。子育てしてるとあんま家出ないので、だったら全然洗わなくてもいいと思いますよ。いいかもしれない。なるほど。そう、毎日洗うという使命感から解き放れたい。髪のためだって思えば。なるほど。そう、サボってるわけじゃなくて髪のためなんです。今日は髪のためなんです。そうそう、髪のために洗わないことにしてます。そうしよう。5ヶ月だとめちゃめちゃ可愛いですね。可愛いですね。表情一個一個が。ね。はい。そんな生え際でバレると思わなかっためっちゃ短いぞと思って。でもいいですね。お母さんとかが近くに住んでると。そうなんですよ。助かってます。そうですよね。僕のお客様でもいらっしゃいますよ。週4回はお母さん呼ぶ人。お母さん大変そう。でも全然違うんですよね。こう一人で見てるのと絶対違いますよね。
本当に。ストレスの具合が。そうなんです。しかも子育ての先輩だから。そうですね。でもいろんなお客様のお子さんとお母様との関係を見てると、おばあちゃんはちょっと甘やかすんで、自我が出てきた3歳ぐらいから甘えん坊になりますよ、子供がお母さんばっかりやするとそういうこと。何でも言うこと聞いちゃうから。ありえるな。可愛いさが勝ちますしね、最終的な責任取らなくていい。まあおじいちゃんもね、甘甘々ですからね。々ですか。もうすでに。今日なんか楽しくてしょうがないじゃないですか。二人そうなんです数時間。じいちゃんは関西にいるんですけあど。あ、来てくれたんですね。そうなんです。今日2人ともここにおんねんけどって言ったら、じゃあ行くわって言って、すごい行動力がすごい。わざわざ来てくれた。俺が見るよ。そうそうそう。すごいです。よかったーと思って。まあでも近いっちゃ近いですもんね。3時間そうでかかんないか。すね。新幹線新幹で。線あれば。僕はこの間、それこそ甲子園行った時が一瞬でしたね。ちょっとビール飲んだらすぐ着いちゃいました。確かに仕事帰りにそのまま大阪行ったんで。へ初めて阪神電鉄ってやつに乗りました。おー、ディープな。初めて。ディープでしたね。野球の阪神グッズを持ってる人が比較的多かったですね。へやっぱ甲子園向かうのに。そうですよね。だいぶ綺麗になったけどねうん。うんうん。昔に比べる昔はそうでも、だいぶ綺麗でしたよ、相当。と。ですよね。梅田駅から乗ったんですけど。ああ、梅田駅めっちゃ綺麗。梅田綺麗になりました。あれ飲みましたミックスジュース。あ、売ってたけど、並んでたんですよ。ああ、200円ですよね。はい。書いてあったそう、高くなったんですけど。あ、あれ200円でも高いんですね。うん、もっと安かったよね。そう、けど並んでいてつ、も飲んじゃう。ちょっと飲みたいけど電車の時間が間に合わなそうだったんで。美味しい。みんな言いますよね、だってあれ、うまいっうんて。なんかあの辺通るとついなんか飲んじゃうんです。そう考えると東京そういうのないな。ないですよね。通ったら飲んじゃうの。わかる？東京に来てですか、うんないですよ。ないです。い何もないです。や、今度行った時はちょっと飲もうかな。うんい。やあまりに暑さがしんどくて2日間連続で行ったんですけど、2日目もうホテルからタクシーで行ったんですチートした。いやもう暑くて歩けない。ダメっつってで電車乗っちゃえば涼しいんですけどもうとりあえず甲子園球場の超直前まで冷房が欲しいと思ってできるだけダメージを追わないように。追わないようにだいぶツヤツヤになってきました。前から見ててもわかります。全然違いますよね。は摩擦をなくすのが一番ですね。結局これをやっちゃえばうん摩擦によるダメージもなくなるから、そうするとねすごくどんどんツヤが出てきます。東京長いんですか？い。もう6年ですね。おお、じゃあはい普通に長いですね。うん最初どうでした東京？うん。テレビ番組が違う。 2回インタビュー受けました、そういえば。おお、すごい。東京来て。すごい。そう。あやっぱ東京ってインタビュー受ける街なんだと思いましたけど。僕受けたことないですよ。私もない。すごい。来てすぐぐらいにインタビュー受けて、おお、やっぱ東京はすごいなと思って。時事ネタでした。いや、なんか、企はい、インタビュー、まあ、街頭インタビューみたいなんで、教えてくださいみたいな。ああ、ありますね。はい。銀座よくやってますよね。銀座多いですね。ね日テレが近いんで。ああ。銀座、有楽町、新橋あたりは、めっちゃいますねそう、めっちゃいる。へえ。 1回でいいから、月曜から夜更かしにインタビューされたいんですけど。あれね。さ使われるネタ使われそうあーでもなんか、使われそうそう、いや面白いこと言えないかもと思って、うん突然来たら、フェフ姉さんみたいなネタ持ってないとダメ。 F 姉さん。でも人すごすぎる。長さの地元はよく特集されてる。おうやめろ、これは、これはおいじるな。ああ、やってるやってる。うんよくやるなんか地元に戻ればいいんじゃないですか。確かに。小岩で貼ってればインタビューされ入ってればいいんだよ。合ってる何で答え小岩小岩ってどういうところですか今みたいな。あ、今ちょっと銀座に住んでんでわかんないです。絶対使われない。使われないね。絶対使われない。これは有名なんですけどね。確かに、うんマツコさんに突っ込んでもらいたい。突っ込んでもらいたうんい。村上くんにめっちゃ手叩いて笑ってもらわいたい。かる。わかるわかる。しかもすごいいい反応だと総集編みたいなのにも使われるじゃないですか。ああ、ありますあります。いい感じのネタ持ってたら、再インタビュー依頼されちゃうかもしれない。インタビューってそういうもんじゃない。わかんないですよ。だってそこからフェフ姉さんいっぱい出てあ、ます確かに確かあれは癖強い人の集まりですもんに。いや、ね。本当あれすごい数声いや、かけてる本。当に。出なきゃあんな面白い人たちは現れ現ないですよね。れない。まあ、時間帯もまたいいんですよね。そうそう、うん確かに。酔っ払いたちがはびこる時間と。意外にあの時間外出歩いてないんですよね。うん。結構東京だといきなりお笑い番組少なくないですか？少ないですね。そう、みんな言う。うん確かにこの間大阪で泊まったんですけど、すごい全部どこ回しても芸人さんが出てる番組いや、でした。そうなんですよね。時間帯なんか、によってはワイドショーも、基本ちょっと笑い込みみたいな。
時事ネタだけどちょっと笑いありみたいなのが多いんで、なるほどね。やっぱいいですよね。オチがないとみたいな。オチがない。オチがないと。すごい、めっちゃ綺麗にオチだと思いますよ。お母さんがどうぞ聞こえ。気になる気になる。毛先の先はちょっと切ってもいいかなって感じですね。あ、お願いし多分ますその方が手触りが。大体美容院行ってもお父さん、うちの主人はあんまり気づかないんですけど、うん。これはこれは気づくこれは気づくと思う。間違いないです。男性ってなんであんなに気づかないんですかね。気づかないですよそうですよね。ね。今日美容院なんだけどってなんかほんとバッサリ来ても気づかない人がたまにいるじゃないですか。目ついてんのかなって思いますね。見てるみたいな。世の中の男性代表として答えた方がいい。はい。お願いします。でも長さん美容師だから気づくじゃないですか。俺は気づいちゃうね。変化とかには、うんめっちゃ気づかない人とかたまにいるじゃないですか。うんなんですか。いや多分男性って1個のことしかできないんですよ。おーだからあれなんですよ。テレビとか見てたらテレビなんですよ。髪型が目に入ってこないんですよ。でもただいまって書いてお帰りって言ってこっち見るじゃないですか。それでも気づかないんですか。いやでもあれだよ。もう意識はテレビだかただいまーって言いながら。ら、そうそう。おかえりっつって今日のニュースはみたいな。よくないですね。いやよくないのは分かってる。それはみんな重々分かってるけど、そういうもんだと思って女性が接すればなるほど。世の中は平和だという話ですよ。そういうことか。平和だという無理話でにね気づかないやつをね批判するよりも。美容院行ってきたんだって言えばいいですか。そうそう。それでも気づかない人でいいじゃん。多分あれだよ。どこ聞かわってか分かってないいいじゃない。行ってなくてもいいじゃんっていうと行ってきたんだっていう行ってなくても嘘ついてるもうめっちゃいいじゃんって言うとそれもうブチギレ案件じゃないですか。言ってないんだけどどこ変わったか言ってなんでそんんなんで切れんの逆に。ムカつきません。いやいや適当に答えてんじゃねえよってなるじゃないですか。ありません。でもしょうがないよ。気づこうとする努力はしてるかもよ世の男性男性陣は。欲しいも多分頑張ってますよ。そうですよね。頑張って変わったところを言うんですけど。うんおーって。今日はでもわかるな。こんなツルツルになってたら、でもお母さんが気になってしょうがないです。すごい見てくる。お母さんもどうしましょうかね。後でまたカウンセリングさせてもらって。あんま決めてないんやもんね。無頓着なんですよ、彼も。あ、そうなんですか。そうだから本当にもっと手入れしたらもっといいのに若いしね。ずっずっと言ってる、ずっと言ってる。全然もういいねいいねみたいな感じで。いいね私そういう意識すごい高いんですよ。なるほど。なんかもっとこうしてほしいとか思うんだけど、手しませんね。ずっと言って美容ます室もね。ね、いいシャンプーとか使って、うんって言っても、はいいやー分からんとか言って。主人と同じの。え今回は気づいうん。いいところは。ご主人と同じシャンプーなんですか。そうなんです。はいそうでしょ。シャンプーだけはちょっとうちのシャンプーおすすめします。じゃあそうします他何も使わなくていい。洗うものはねやっぱこだわった方がいいですよ。トリートメントとかは後でどうにかなるんですよ。はいちょ。っと足りなくなったなと思ってから入れても遅くないんですけど、はいはい洗うものは削る方になるんで、洗うやつだけはこだわった方がいいですね。よく言います僕トリートメント好きなのがあるんだったらご自身の好きなの使ってもらってシャンプーだけはうちのノットシャンプーはおすすめですよっていう。せっかく綺麗にしてもらったからね。ねせっかくで育てていかないと。だいぶもう指導理が違うし。気になる。ほんま覗き込んでんね。すごい。あ、そう。びっくりするぐらい変わってんね。嘘嘘。いやでも前も全然違う。すごいわ。すごいわ。すごいな。いや、ほんまめっちゃすごい。おかん感が強いな。おかんですから。すごいわ。はい、ということでリタッチですね。アイロン終わりました。アイロン終わってこんな感じ。アイロン後の状態。まあもちろん綺麗ですね。これを固定していくんですけども、ついでに根元のリタッチ、この黒い部分ですね。リタッチします。はい。じゃあ具材簡単ですね。12シルバーとグリーン1対1、6パーにいつものテンサイトコネクタ、インフォーム持ってきてないです。インフォームと、あとはメテオ GL、10パー。これでリタッチした後に、で、毛先はそのまま安いオキシの2液します。セカンドローション、アルテマセカンドローションの OX、オキシの方にメテオ GL20%とコネクタ1プッシュ入ってます。はい、行きましょう。もう終盤戦ですね。はい。早い。うん。早いんだ。お母さんで時間かかると。相当問題。期待してしまう。もしかしたらお母さんもスムーズかもしれない。お母さんスムーズかもしれない。意外と。見てわかるってすごいよね。うん、すごいわね。なんか見始めてみたら。そういうこと言う。もう色は普通です。そんなにリタッチなんで、発表しもない色ではなく、ちょっと赤みを抑えたマットシルバーのフ
ブラウンで毛先の色と合うようにします。ありがとうございます。はい。これまた全体のカラーしたくなったら、もう1ヶ月1ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらい空けますよね、根元伸びるは。うんうんうん全然普通にしちゃっていいです。やんなきゃいけないことは、今日は洗わないぐらいですね。一応24時間ぐらいは濡らさない方が、はい、いいかな。でもそんなのしなくても本当はいいんですけど、念には念をですね。はだいぶ産毛が生えてきてるから。い。これね、こっから3ヶ月後ぐらいが一番大変なんですよね。あ、そうなんですか？そう。要は全部が一斉に伸びてくるじゃないですか。はい。そうすると、他の髪を持ち上げてくるんですよ。こういう感じで、内側から。そうするとなんかまとまんないとか。へえ。今日逆に綺麗にしといてよかったかもしれない。嬉しい。もっとね、まとまんなくなってたと思う。最近もっと抜け毛がすごくて。やばい。もう落ち着いた頃じゃないですか。3ヶ月ぐらいで多分ピークを迎えて、落ち着いて生えてくる。これが効いてたやつかっていう。抜け毛がやばい。すっごい量抜けました。すっごい量抜けた。ですよね。ちょっと後ろの方もやっぱ短い毛ちらほらいるから。やっぱそうなんですね。切れてるんですか？抜けてるんですよ。抜けてるんですよね。根元から。なんか詳しくはお医者さんじゃないんでわかんないですけど、妊娠中に毛が抜けない、むしろ体毛濃くなったりする。そう、体を守ろうとするらしいんですよ。それで要は発毛脱毛って周期があるんですけど、それがちょっと乱れて抜けないんですね、ずっと。で出産と同時にそのリズムを戻そうとして一斉に抜ける。だから少なくなるんじゃなくて、むしろ妊娠中に多くなってたものが正常な状態に戻ったっていう形だと聞いてます。知らなかった。本当かどうかわかんないですけど、僕はお客さんに全部それで言ってると、みんななるほど。なるほど。思いました。なるほど。なるほど。実際なんか体、お腹とかに毛が生えたりとか。生えました。そう、なんかそういうのも全部、失礼しました。飛びました。なんかそれが抜けるじゃないですか。それと全く同じ。で、毛先はこうやって固定剤つけていきますね。よし。はい。そんな感じでもう簡単ですね。根元をリタッチして、そのまま毛先セカンドローション。で、およそ10分ぐらいで流しちゃうんで、時間差は置いてません。これがグレーカラーとかだと、根元結構しっかり時間置いたりとか、ため塗りしたいんで、セカンドローションを5分後とか7分後に塗るんですけど、今回はファッションカラーのリタッチなんで、そのままサクッと置いてます。で、これで10分ぐらいでメテオ GL の効果も出てくるんで、そしたら、色ちょっとチェックしたら流します。時間置きます。10分ですね。はい。もう今は。決勝戦。はい、決勝戦。KO がかってます。でもこれ動画配信するの2ヶ月弱後だから。もしかしたら、何今更そんなこと言ってんのみたいな。盛り上がってます。お母さんが KO 出しそうなんで。卒業生として。私の主人が。ご主人か。ご主人が。すごい。じゃあもう今日盛り上がってんじゃないですか。多分。お仕事中に。仕事してないと思います。ね、慶応の卒業生なんてめちゃめちゃいそうだし。みんな見てるんじゃないかな。この後、アクア全体つけたら、フォームつけて、で、しっかりと伸ばしていきます。で、ここでちょっと最上位メニューとして、追いメテをします。全体をコーミングしたら、表面と毛先だけでいいんで、ちょっとメテオ原液、メテオ GL の原液っていうのを表面、毛先につけて、さらにツヤ感出していきましょう。はい、こんな感じで、そうすることによって根元のリタッチがより毛先に馴染んでくるかなと思います。そしたらこちら、メテオ GL 原液ですね。10g ぐらいでいいかなと思います。これをもうさっと追いメテオします。で、コーミング。表面はね、一番やっぱその人のツヤを作る一番大事なところなんで、よりツヤ感っていうのを出していきましょう。で、そしたら毛先ですね。で、軽くこう。はい、5分って流します。で、流したら、ヨーク乳化。離島のカラー、残留アルカリを有利させるために、ヨーク乳化して、ヘマチン、マヘマ、ジャックエッジと、1回インフォーム入りのノットシャンプー。で、メテオコネクター原液つけて、7.0、4.5 のチェンジリンスからのコアミです。後処理も大事になっていきます。はい、お願いします。さあ、お疲れ様でした。ということで、乾かしましょう。乾かす前にノットのミスですね。さあ、楽しみですね。よし。はい、リンクのオイルつけます。岩崎さんの荷物ですか、また。多分。そうです。何が届いたんですか、今度は。ママからですね。ママから。実家に間違えて、ちょっと PS を送り返してもらいました。プレイステーション。はい。俺のプレイステーション。はい。譲り受けたプレステ、あれないなと思って引っ越した時に、どこ行ったんだろうなって思ったら、多分実家に送ってて、ママにそれを送り返してもらいました、今。新しいの買えばいいじゃん。いや、だってあるんです。鉄拳やりたいだけでしょ。鉄拳やりたいだけです。鉄拳やりたいだけです。ピッチ買ったら、ピッチ鉄拳なかったんで。20代後半で、どうしても鉄拳がやりたいからプレステを実家から送り返してもらうとかありますオッケーって思いました。じゃあそんな感じで乾かしましょう。
鉄拳さん早く。あれだってちょっと取るじゃないですかいつ鉄も。拳さん早く。もういいんですか？乾かし終わりました。すごいもうすごい。いい感じですね。すごいよしまだ毛先ほんのちょっとカットしようかなと思うんですけど、ブロー状態で見えますかね。すごーい。触っていただくのが一番かな。はい。はい。もう量が違う。量そう取らなくていいぐらいですよね。はいそうちょっとでも取っといた方が楽は楽。はい少しだけ量取りましょうか。お願いします OK です。ちょっとじゃあ後ろをご覧ください。いい感じです。はい今乾かした状態ですね。ツヤが多分まあ簡単にこうですね。元の素材もいいんですごくツヤは出しやすいです。はい。実際の髪のツヤはここまであったっていうやつですね。それがうねりとまああと小さい癖でどうしてもツヤが乱反射してた状態です。すごい嬉しい。あ、来ましたね。ご主人気づきますね。絶対気づきます。ということで、まず今日はカット解説ってほどではないですが、メンテナンスのカットっていうイメージですね。ちょっと毛先。この今日ビフォーの状態思い返してもらったり、再生巻き戻してもらえると分かるんですけど、ここら辺すごい短い毛が多かったのは、だいぶアイロンも綺麗に決まったんで、少しはいるけど収まったかなと思います。あとはここら辺ですね。毛先のちょっと若干荒れてるところっていうのを、もう、なんだろう。ほんのちょっとのチョップカット。ほぼ水平に近い感じのチョップカットで5ミリほど落としちゃいます。それだけで手触りが変わってくるんで。こうやってバツって切れちゃうんですけど、一回ブローし直せばしっかりと内に入ってくるんで。伸ばしたいっていう人は特に無理に切らずに。ただ、せっかく矯正したのに、これ毛先のカットをしないと、どうしても手触りっていうのの最高の状態には持っていけないんで、ほんのちょっとだけでも切らしてもらうといいですね。今まで入れ込んだ処理剤を毛先の細くなっている部分をバスッと切ることによって蓋をしていくイメージですね。意外にこの作業は大事です。なので、宿毛矯正だけでカットいらないっていうお客さん、中にはいると思うんですけども、毛先のこういうメンテナンスカットはどうですかっていう形で、時間かかんないんでね、美容師さん向けに言うと、料金取るか取らないかは美容師さんに任せます。多分、これだと取りづらいですね。ほんのちょっとしか切ってないんで。なんで、これぐらいで、まあ、あとは今日はね、量感調整もするんで、そこまでする場合は、なんかいろいろ考えてもいいかなと思いますが、もう、一応左右が揃うようにはちゃんと気をつけてください。そしたら全体ワンレングス取ったらトップで角だけ取る。この時にあまり深く入れちゃうとせっかくのワンレングスの綺麗なカットがレイヤー入っちゃうんで、基本的にはほんの少しずつにしてください。あとは左右揃えるためにここ前ですね。ウォーミングのたんびに溢れるツヤがありますね。めっちゃいい感じ。よいしょ。あとここは結構ありましたね。そしたら、まあ、透かなくてももう完全に軽くなってるんで、収まりはいいんですけど、日常生活ですね。お子さんをお風呂に入れる方が忙しいと思うんで、乾かしづらいと思うんで、乾かしやすいぐらいの量感調整。基本的にあんまりついちゃうと、今度パサついてきちゃうんで、もったいないんで、基本的に耳の後ろからこの襟足にかけて、ここら辺ですね。ここら辺をスライドで少し量取っておいてあげると、まあ、生活が楽、生活というかね、そういう日常が楽になるんで、この辺は、ご相談しながら。もう一回繰り返し言いますけど、取るとパサつくんで、取らない方が綺麗になるっていうのが大前提で取ってあげるといいですね。そう、耳周りをこうやって軽くするだけで随分ライトになってくる。で、表面はできる限り触れないようにしたい。レイヤースタイルじゃないんで、上から押さえつけるような形の方が綺麗にいいかなと思います。スライドで取る。はい、こう取る。これぐらい取るだけでも全然楽になるかなと思います。あとはサイドですね。サイドちょっと重いんで、ここです。ここが軽くなったんですけど、今度ここが重たいんで、このサイドの端のあたり、ちょっと取ってあげます。です。表面に出てこない。リタッチもこうしっかり綺麗に繋がってるのがわかるかなと思います。見えるかな？見える。ちょっと量取ります。うん。で、表面はそのまま置いとく。こっちがそんなにライトサイドは重くなかったんで、ほんのちょっとでよかったですね。はい。ということで、最後、メテオ、追いメテオまでしてるし、セカンドローションにメテオ GL 入ってるんで、最後、アイロンします。アイロンして、さらなるツヤっていうのを最後、耳の結合を作っていきたいと思います。はい。ということで、耳の結合作りのアイロンですね。アイロンラディアント220度でいきます。これサクッとですね。多分、コメント欄でありそうな、じゃあ、矯正アドスト使って、この最後の仕上げ、ラディアントの意味、絶対出てくると思うんですけども、まあ、今日みたいに、パキッと面の
のあるストレートを作りたい場合は、僕はアドスト使うこともあります。どちらかというと柔らかいレイヤースタイルを作ったりすることが多いのと、あとはやっぱエイジング毛とかを対応する場合はラディアントの方がいいかなと思います。でもモデルさんどっちかっていうと髪の毛はしっかりとしてたんで、ちょっとパワーのあるアイロンが欲しかったのでアドストです。最後のこの意味の結合作りっていうのは僕はラディアント一択だなと思います。よし。これはご主人気づきますね。本当整ったって感じです。サウナ。サウナじゃないけど。サウナとか行かれます？私はあんま行かないんですけど。ご主人大好きです。ああ、気が合いそうです。すっごい高い帽子買ってました。サウナハット。サウナ。僕はわざわざサウナのために最近引っ越したんですよ。ー、屋上があるマンション、いや引っ越したっつっても同じマンション内なんですけど、はい、専用の屋上が使える部屋があって、すごい。そこをしてもいいなと思って、そこにサウナと水風呂を置こうと思って、はい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 。まあ、かといって火は使えないんで電気にはなっちゃうんで、ちょっとパワーは落ちるんですけど、自宅でサウナができる。自宅でサウナすごい。ちょっと良くないですか今ね。ガチ勢ですね。そう、壮大な計画のために引っ越しが完了したんで、その屋上におけるサウナを今選んでます。すごい。あ、まだ買ってないんですか？まだ買ってない。普通のテントサウナは持ってるんですけど、キャンプとかに行く、持ってくようなやつが。はいはい、で、薪なんで、さすがに中央区のマンションで薪焚いたら、警察来るなと思って。そうそう。前髪はどんなデザインですか？これも合わせて伸ばしていく感じですか？そうですね。了解です。でも、ちょっと切ってもらった方がいいかな。自然にまとまる。ちょっと薄めの前髪ですよね、今。そうなんですよ。こんぐらいまで前髪にしちゃっていいんですかね。はい。最後ちょっと前髪周辺に行きましょうか。良さそうじゃないですか。オッケー。さあ。今日で使うことがなくなる。すごい、そんなあるんや。完全のいい。ここに真ん中にモニターを置いて、で甲子園のガイドを置くとお客さんが必ず手に取る。いや絶対見ちゃう。どんな美容院だ銀座の真ん中で。あーすごい。多分よくインスタで見るやつはこれです。そういうやつ。こうごめんなさい、こうしてこうツヤがすごい出ました。もう一回触っていただいてどうぞ。いや、サラッサラ。いいですね。はい。バッチリでした。いや、最初に言った通り、難易度はそんな高くないです。まあ今日動画としては結構基本的なネオメテオストレートっていうのを多分美容師さんにお伝えできたんで、ナイスだ。ナイス。失礼しました。嬉しい。日焼け止めスプレー。はい、よいしょ。すごい。バッチリです。はい。嬉しい。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ちょっと一回後ろからも撮ろうかな。はい、まあ今も言ったんですけど、超基本的なネオメテオストレートを今日やらせていただきました。もうどんな角度から見てもツヤが溢れる感じで、内側見ましょうか。アイロンしちゃったか。もうアイロンする前も全然癖は出てなかったはずです。こんな感じですね。はい。ということで、今日はご協力ありがとうございました。ありがとうございました。あとはお母さんです。すごい。頑張れ。はい。じゃあ以上になります。こんな感じで。じゃあ次、お母さんです。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。バッチリですね。いい感じです。すごい。ああ、綺麗。よかったね。動くと余計わかるよ。いい感じ。じゃあお母さん頑張りましょう。はい、お願いします。あ、どうぞ座っててください。あ、私娘を。あ、はい、なるほど。ピピッックしに行くんですね。あ、じゃあ取りましょう。お母さんを置いて帰られるってことですね。あ、なるほどなるほど。戻ってくる。あ、私の終わるぐらいにまた戻ってオッケーです。全然連れてきてもらっても大丈夫ですよ。あ、わかりまもしちろん今日貸し切りなんで。はい。いいですね。歩く後ろ姿もツヤがやばすぎて。じゃあ頑張ってくださ頑張ってください。じゃあまた後ほどありがとうございます。はい。さあ行きましょう。はい、お願いします。はい。じゃあこっち次のお母さんの動画次回来週の動画でお会いしましょう。はい。